キラリおはよう。キラリキラリおーい。トゥインクルさん、おはよう。どうしたの？いつもと様子が違うね。朝ごはんはちゃんと食べたのかな？しっかり食べたよ。あ、そっか。調査が必要ね。キラリぼんやり事件捜査開始。キラリの体の中を探検してみよう。キラキラワープ。キラリの体内到着。大きな異常は見当たらないね。風邪とかではなさそうだな。ここはキラリの指令室のあれ、いつもより光がバラバラだな。第一の証拠、脳が集中できてない。ここはキラリを動かす筋肉。なんだかぎこちなくて動きにくそう。第二の証拠、筋肉の動きが鈍い。脳と筋肉がうまく動いていない。エネルギーが不足しているように見える。普段なら朝ごはんを抜いたんだろうと結論を出すところだけど、今回に関しては朝ごはんはちゃんと食べたのかな？しっかり食べたよ。朝ごはんは食べていた。彼らの様子を覗いてみるか。おーい、入るぞ。彼らは5大栄養素レンジャー。炭水化物レンジャー、脂質レンジャー、タンパク質レンジャー、ミネラルレンジャー、ビタミンレンジャー。彼らはそれぞれの栄養素をパワーにし、体の中で働いてくれるヒーローたちである。あ、忙しい。ちょっと皆さん何をしてるんですか？僕はこんなに午前中から頑張ってエネルギー作ってるんですよ。サボってないでちゃんと働いてください。そう言われても無理だぜ。うちらも働きたい気持ちはあるんだけどね。賃金なくして働かず、労働者として当然の心得だ。炭水化物レンジャーだけが働いていて他はサボっている。加えて脳と筋肉の活動が鈍い。謎は全て解けた。脳と筋肉の動きが鈍いことからエネルギーが不足していることがうかがえる。しかし炭水化物レンジャーがしっかり働いていた様子を見ると、どうやらキラリは朝ごはんは食べていたらしい。となるとエネルギーを取ったのにもかかわらず、脳や筋肉ではエネルギーが不足しているという謎が残る。この謎を解く鍵は5大栄養素レンジャーの部屋にあった。さあみんなも考えてみてくれ。答えは出たかな？回答編といこう。先ほどから炭水化物レンジャーはせわしなく働いている。脳や筋肉が働くためには僕さえ働いていればいいんじゃないですか？実際短時間ならそうだね。炭水化物レンジャーのおかげで食べてからしばらくの間は脳や筋肉は元気に動けていたのだろう。しかし炭水化物のエネルギーは他の栄養素の協力があってこそ初めて長持ちするんだ。おう、そうだよな。要するに炭水化物レンジャー以外の4人は働いていないから、キラリは朝ごはんを食べたのにもかかわらず脳や筋肉はすぐにエネルギー切れを起こしているということだ。でも働きたくてもパワーが湧いてこないんだ。そう、まさにそこが今回の謎の犯人だ。キラリの朝ごはんには炭水化物以外の栄養素が欠けていたということだ。おそらくキラリの朝ごはんはパンかご飯だけだったんだろう。すると栄養素が炭水化物だけなので、5大栄養素レンジャーのうち炭水化物レンジャーだけが働く。こうなるとエネルギーは短時間の間供給されるが、他の栄養素レンジャーの協力がないので脳や筋肉はすぐにエネルギー切れになってしまう。その結果があのぼんやりとしたキラリということだな。なるほどな。やはり我の力も必要だったというわけか。トゥインクルさん、キラリにミネラルも取るように伝えておいてね。原因も分かってすっきりした。今何時だ？そろそろお昼じゃない？やったぜ！僕たちのパワーが届くかも。大変だ。
みんなはこのようなエネルギー切れの状態でご飯を急にたくさん食べるとどうなるか知ってるかい？そう、血管の中のブドウ糖が少なくなっている状態で急に炭水化物を摂った場合、ブドウ糖を減らすために膵臓に負担がかかり、膵臓が放出したインスリンの影響で、かわいそうなキラリ、激しい眠気に襲われてしまうんだ。急いでキラリのとこに戻るよ。わー、やっとお昼だ。わー、おいしい。おいしかった。よし、今日は宿題をやるよ。わー、なんだか眠くなってきたよ。スピースピースピー間に合わなかったか。スピー。エネルギー切れを起こしていたとしても、炭水化物以外のものと一緒にゆっくり食べていけば、ここまで眠くなることはなかったろうに。今度から朝ごはんには炭水化物だけじゃなくて他の栄養素も一緒に食べようね。スピースピー。でん、皆さんのお子さんは毎日しっかり朝ごはんを食べていますか？朝の忙しさや食欲がなかったりで朝ごはんを食べずにそのまま学校へ行くお子さんもいるかもしれません。ですが、文部科学省の全国学力調査によると、朝ごはんを毎日食べる子供ほど学力が高い傾向にあります。また、学力だけでなく50メートル走などの瞬発力を判定するような調査においても同じような結果が出ています。朝ごはんを抜くと体力や学力に悪影響を及ぼします。また、朝ごはんは食べているけどご飯だけ、ふりかけご飯、パンだけという方もいらっしゃるかと思います。この白米ご飯、白いパンや菓子パンなどのクイックカーボ、GI 値70以上の食品は血糖値を急激に上昇させてしまいます。この急激な血糖値の上昇と下降により、食後1時間後ぐらいからだるさを感じやすくなってしまいます。そして食後 2,3 時間後ぐらい、学校では2限目ぐらいから低血糖状態になってしまいます。その結果、エネルギー切れを起こし、授業に集中できなくなってしまったり、体調不良を感じやすくなります。こうなってしまうことを避けるために、血糖値を緩やかに上昇させて長時間エネルギーを維持できる朝食をとることが理想的です。例えば、食物繊維が豊富に含まれる玄米ご飯や雑穀ご飯、パンはライ麦パンがおすすめです。これらの食品は血糖値が緩やかに上昇され、その後血糖値が長時間保たれます。そして卵や大豆製品などのタンパク質、お野菜、キノコ類、海藻類などのスローカーボ、GI 値55以下の食品を組み合わせることによって、より安定した血糖値の維持が期待できます。できれば野菜を 2,3 種類ほど入れたお味噌汁やスープを用意しましょう。そうすることで自然と栄養バランスも整います。このように朝食の内容を工夫することで、お子さんの脳や体力、学習効率の向上につながります。いきなりたくさんの料理を作ったり食べたりすることは難しいと思いますので、まずは朝食にはおかずをつけるようにしたり、週末は玄米を炊いてみるなど、少しずつできることから始めてみてくださいね。朝ごはんを食べよう。じゃあ最後に僕とあっち向いてほいだよ。みんなは指で好きな方向を指さしてね。いくよ。あっち向いてほい。下だよ。当たったかな？またトゥインクルさんと僕に会いたいお友達は